こんにちは。ギルクエソロの旅、パート11やっていきます。今回は、パート3で出た完品の総中魂の試し切りをしていきたい。いよいよ使うんですね。見た目は青のセクハル。発光してるか見づらいけど、気に入ったよ。発掘の青は、外れ少ない気がします。装備は2つ組んでいこうと思う。まずはテオからね。総中魂で行きたい筆頭ですね。お決まりの火力もりもり装備ですが、テオは耐震とか耳栓とかいらないので、火力詰めるだけ詰めますね。装備を登録したら、虫の強化を忘れないようにね。4G はエキスエンチョウ虫一択ですが、発掘の虫は中途半端に強化されてるので、外れの場合は、絶対にエキスエンチョウになれません。両中の付け替えはできないんで、外れ虫だったら、どんなに武器が強くてもダメだよ。総中魂の発掘ハードルもだいぶ高いですよね。そもそもペダンと比べられるから、冗談抜きで最高倍率以外は厳しいよね。武器の研磨と強化は完了です。じゃ、手をやってきますか。今で手をやるのはパート4以来ですか。手をは定期的に遂げるタイミングが来るから、紫40は相当相性がいいはずだ。毒も極限でないなら問題なく機能しますしね。よーし、頼むぜセクハル。ある程度発掘武器を持ってると、装備更新もたまにしかありませんから。新装備試すのワクワクしますね。最高倍率紫40の近接武器ってあまり縁がないからなおさら楽しみだよ。まずはエキス回収していきましょう。最初は赤白揃えて怒りそうになったら3色にするよ。白を取ってないと普通にブレス避けられなかったりします。スリップダメと合わせてコロッと映ったりするからね。流煙をまとってるとブレスの射程結構出ますからね。赤エキス狙いで正面に陣取るのは危険だね。テオは怒り中張り付きたいので、なるべく回復を挟みたくありませんしね。さて、そろそろ橙が欲しいが。橙は銅にめり込む感じで取りましょう。怒った。3色揃えるタイミング完璧だな。別のコンでちょっとだけロケハンしたので、感覚がつかめてますね。立ち回りは変わらないので、後ろ足をひたすら殴っていくよ。地味なところですが、紫が長いので、翼に当たって弾かれる事故も防げそうです。たまにあるんだよな。翼に弾かれて、引っかき食らってそのまま落ちるの。総中魂は攻撃が大振りなので、適当に振り回さないのが肝心です。婚担ぐたびに言ってるけど、基礎的なモーション値は高いから、最低限の手数でも火力は十分出るよ。そして、いつの間にかテオくん毒ってます。今更だけど、テオに毒ってどうなんだろうな。さあ、あまり聞きやすいイメージはないですけど。過去作は毒がそれなりに有効だったけど、結局竜属性で殴るのが一番だったしな。セカンド G 以前のテオは、そもそも物理肉質が渋すぎでしたから、攻撃属性がないと時間がかかって仕方なかったです。一番柔らかくて頭40か、弱得通る箇所ないじゃん。スキル自体ありませんでしたけど。個人的に、肉質が硬いモンスは、手応えなくて苦手なんだよな。ヒットストップがあると、殴ってる感が手に伝わりますよね。近代のモンハンは、肉質はっきりしてるから、そう感じることないけどさ。紅かぶと、八つかき。頭が。無駄話してたら、切れ味ここで落ちましたね。もうすぐスパノバ来るから、怒り中ほぼ持ったな。これは紫40かなり生きてますね。スムラマヒより明らかに強いね。テオ用コン装備、更新確定です。火力装備にすると、真打ちが自然に入るから、匠の重さを感じにくいのもポイントだな。匠抜きにしても、これ以上火力スキルを盛るのきついですしね。エリア移動して、怒り3回目かな。やっぱり、怒り解除付近まで、紫しっかり持ってくれますね。スムラマヒに比べて超強いってわけじゃないけど、正直紫40舐めてたわ。心なしか、ひるみも増えてる気がします。どうも体験ばっか振ってると、スムラが基準になりがちでいかんな。体験は、切れ味によって倍率プラス10のボーナスがありますし、スムラとそれ以外の差が大きすぎなんですよね。さて、これでラスト怒りかな。10分は超えちゃいましたが、悪くないタイムが出そうな感じします。毒のメリットはついぞわからんかったが、このコン自体は間違いなく強いわ。
よしおしまい。11分ちょい。少なくともパート4よりは早いです。このところ今の使用回数増えてて、扱いにちょっと上手くなった感もある。じゃ、報酬いきますか。オールレア8。まあまあ、武器に罪はないから。よし、じゃあ次はラー用装備だ。ラー装備は、ちょっと匠が重いですが、今回は、耐震抜いてみることにした。防御スキルは回避性能のみですか？こんな機動力なら、性能1だけでいける気がするんだよね。確かに、チャークよりは必要なさそうです。で、クエはどうします？ラー1頭のが136まで育ったので、これやってくよ。パート7あたりで育ててたやつですね。1頭だとレベリングも楽でよかったわ。相変わらず合流は多かったですがね。よーし、やりますよ。ラーに総中魂は若干苦手意識があったので、そろそろ克服したいです。2400頭も買ってるんだから、どの武器使っても楽勝にしたいよね。まあ、ランスやボウガンは専門外ですが、とりあえずは、白エキスの確保最優先で動きたい。進撃はよく考えて使いましょう。白取ってない総中魂って、見てられないくらいとろいからな。最低赤白は揃えないと、文字通り勝負になりません。一番の懸念点は、進撃使った直後にやり合い同されることだから、残り時間も気にして立ち回っていきたいな。今回、初動は順調っぽいですね。岩掘ってるモーション中は怒りエコーしないから、都合がいいね。エキスも揃ってるので、あとは硬化しないうちにできるだけ殴りたいです。一応心眼はついてるから、硬化しても、立ち回りに影響はないけどね。言ってるそばから硬化しました。怒りエコーしてすぐか、なかなかやるじゃないか。これがあるので、近接の手数武器は心眼を推奨します。スターナイトなら神剣一体がつくから、自然に発動できるのはいいよね。スターナイトは、体験でいう GX ハンターみたいなポジションですね。挑戦者を無理なく入れられてるのも、スタナイのおかげだからね。イベクエさんなので、今となっては GX ハンターもスタナイも作れませんが、イベクエもダウンロードできない話、たびたび触れてるけど、もし新規の人がいたら、結構酷だよな、これ。とはいえ、ウカムとカイザー複合のテンプレで、心眼、匠、弱徳くらいなら無理なく発動はできます。確かに発売当時も、イベクエが配信されるまではウカウカウベースだったな。スタ内のイベクエは、2015年7月一般配信なので、発売から結構経ってるんですよね。リアルの USJ で先行配信されたんだよな。たまに USJ で入手した人がマルチで貼ってくれてて、我々も確かそこで早めに入手できたんですよね。このデータは2つ目だから違うけど、最初のデータではそうだったね。あの時は争奪戦だったな。コラボ防具にしては性能が高いので、結構物議を醸してた記憶があります。今の時代だとなおさら叩かれそうだね。不公平だって。ま、実際 USJ 近い人が有利なので公平ではないですけど。ほい、最強だよ。進撃使用中にエキス切れかけ、ここでいち早く白を回収したいです。このタイミングで移動されちゃうと、2分くらい白なしで立ち回る羽目になるよ。今回は、うまく白から回収できました。方向タイミングは限られるんで、赤白でしばらく立ち回って、いいところで代々を回収するのも手だよ。トリプルアップの時間を最大限活かしたい時に使えますね。今5分ちょい経過したから、多分そろそろ移動するんだよね。移動のロスを3色揃ってる時に重ねられたくないんですよね。ただ、代々がないと今後歌い効果がないから、方向より腕の削りが怖い。方向は最悪回避で対処できるとして、不意の振り抜きは食らいやすいですしね。よし解除だ。安定してます。やっぱ耐震いりませんねこれ。大剣以外は耐震必須って固定概念があったけど、近接も武器種によって、ちゃんと最適解探さないとダメだな。マルチ時代のマイセットを引きずってるので、個人的に使用率が低かった近接系はいろんなセットを試しづらかったんですよね。マルチ前提のマイセットがいくつか残ってるから、そろそろ整理しないとダメかな。整理の前に、マイセットの紹介とかもしたいですけどね。まあそうね。マルチメインだった人は懐かしいセットとかあるかも。さあ、そろそろ10分経ちますが、どうです？多分もう討伐近いな。
全体的にかなり安定してる。やっぱり耐震抜いて、火力盛りが正解ですかね。コンはそれでいいけど、他の武器種はそれぞれで検証必要かな。チャークなんかは、ほぼ間違いなく耐震入れた方がいいと思うけど。ふむ、最低限機動力ある系とない系で使い分け必要そうですね。おし、終わり。お疲れ様です。10分ちょい、割といい感じです。報酬。さて、平常運転やね。じゃ、総括いきますか。まず、この毒コンは、間違いなく強かった。スロ3もあって、レオ装備は丸々更新できましたし、何より長い紫が想像以上に強かったです。テオはもうこの武器でいいね。ラージャンはどうでした？タイラーは、武器的に最適解かあんまピンとこないけど、耐震抜きで困らないと分かったことの方が大きかったな。匠と火力両立するため仕方なく組んだところはありましたしね。じゃ、結論としては、いい当たり武器だったって感じですか？毒だったから正直軽視してたけど、最高倍率紫40、スロ3のコンが弱いわけなかったわ。よかった。ようやくペダンコへの物理コンが揃った感じです。掘れば掘るほど、ペダンの強さが浮き彫りになるな。では、今回はこの辺でおしまいです。重い腰を上げて強化した甲斐がありましたわ。もちろんカットしてますけど、虫餌やるの何回かミスりましたしね。おかしいよな。ネットに上がってるレシピ見ながらやったんだが、巻き戻し負荷なのが厳しかったです。猟虫の交換とか巻き戻しの餌って偉大だったんだな。ですね。ほいじゃ、次の動画で。またね。